皆様お越しいただきありがとうございます。それではお時間になりましたので、皆様お待ちかねジャパンラップアップセッションを開始させていただきます。なおこちらのセッションは現在ライブ配信も行っております。日本の時間帯ですと今朝のお時間帯ですかね。きっとライブ配信でご視聴いただいている方も多くいらっしゃるかと思います。ありがとうございます。本セッションはマイクロソフトビルド2026で発表された多くのアナウンスメントの中から特に重要なポイントを厳選して日本語で分かりやすく解説させていただくセッションとなっております。45分という短いお時間ではあるのですが、皆様にこれだけは押さえていただきたいというポイントであったり、あるいは今後の検討につながるようなヒントをお持ち帰りいただけるように、そして何よりも現地参加いただいている皆様は出張レポートとしてしっかりまとめ上げていただけるようにしっかり凝縮してお伝えさせていただきますので、最後までご参加いただければ幸いです。それでは本セッションの流れをご紹介いたします。まずビルド2026全体のキーアップデートとして主要な発表ポイントをまずお届けさせていただきます。続いてですね、今回3つの領域に分けてですね、各領域の日本マイクロソフトのエキスパートより具体的な内容を解説させていただきます。最後にお時間があれば会場の皆様からの Q&A も、受け付けたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。それでは早速ではございますが最初のセッションに入らせていただきます。キーアップデートと題しまして日本マイクロソフトの執行役員常務クラウド&AI ソリューション事業本部長の岡崎よりお届けさせていただきます。それでは岡崎さんお願いします。はい、皆さんこんにちは、マイクロソフトの岡崎です。皆さんようこそ、ビルドウェイご参加いただきましてありがとうございます。皆さん気づいてられますか？ここサティアがやったキーノートの会場で今日分かってますかね、これクロージング、なんとジャパンがですねキーノートのクロージングセッションを務めさせてもらっております。もうこれを皆さんのおかげだと思ってます。ありがとうございます。はい、まずですねビルドのオーバービュー伝えさせていただければなというふうに思っています。いつもとですね違った形でここはですねフォートメイソンというような場所で実施をさせてもらっております。ちょっと倉庫風の建物ですねでやらせてもらっておりまして、ちょっとフェスのようなですねデベロッパーが喜ぶような感じの雰囲気で実施をさせてもらっております。現地で参加いただいているお客様は2500って形で、これ2500でもキャパオーバーなんですね。なんで前回よりはちょっと凝縮した形で実施をさせてもらっております。一方でオンラインではですね15万以上の方がですねご視聴いただいているような形になっております。はい、じゃあですね早速中身に入っていければなというふうに思います。今回のですねビルドのメイントピックはですねいかにフロンティアの AI であったりとかエージェントを活用したエコシステムを作っていけるか、それがですねキーのメッセージでございました。それをデベロッパーの観点とそして多くの皆様の観点からどういった可能性があるか、マイクロソフトがどういうふうな支援ができるかっていうお話を実施をさせていただきました。デベロッパーの観点はですね大きく4つの層から順番にお話をさせていただきました。インフラストラクチャーのレイヤーからモデルコンテキストツールのレイヤーでエージェントランタイムデベロッパーツールというような観点でお話をさせてもらっております。ただですねやはりデベロッパーの皆様なんで、自由にこういったものを好きに組み合わせながらやはり実際にエンタープライズなんかのシステムを導入していくためには、しっかり自分たちのデータを活用しそしてセキュアに安全に実行する、その両軸をですね満たしていくことが重要なので、それをどうやって実現できるかというお話を実施をさせていただきました。でまずですねインフラのところでですねまず最初にサティアが言ってたのはパフォーマンスイコールトークン割るワットトゥダラーという形で書いておりまして、いかにですね同じパフォーマンスを出すにもいかに効率的なトークンで実行できるか、それが重要になってきているという話をしています。でそこに最近やはり多くの皆さんが経験されていると思うんですけども、どんどんトークンの利用量がもう右肩上がりであると。ただそれをちゃんとマネージしながらいかに自分たちのやりたいパフォーマンスを正しいコストトークンで実行できるか、そういったことも両立させていく必要性があるというのがキーのメッセージでございました。それを実現するためにマイクロソフトはですねエッジからクラウド両方でですねイノベーションを推進させてもらっております。
まず1個エッジのサイドの方ではですね、アンメータードインテリジェンスという形で、いかにエッジサイド、PC の方でですね、GPU であったりとか NPU、CPU を最適に組み合わせながら、AI の処理をエッジサイドで行うことによって、処理を最適化していくっていうところを発表させていただきました。単に、マシンを高速化するだけではなくてですね、ファンドリーローカルであったりとかですね、実際にローカル LLM をですね、Windows 側であったりとか、エッジサイドを動かすようなテクノロジーも合わせて提供することによって、これを実現しようとしております。一方でですね、サーバーサイドのところに関しましても、継続してイノベーションを実施させていただいております。3年前にですね、マイヤとコバルトっていうものを発表させてもらっておりますが、それがアップデートされまして、200っていうものですね、マイヤ200、コバルト200っていうものをそれぞれ発表させてもらっております。マイヤに関しましては、AI の処理を最適化するためのチップセットになっておりまして、コバルトに関しましては、ARM ベースのアーキテクチャでですね、エージェントのアプリケーションであったりとか、そういったものを最適化するようになっております。効率的にそれを実行することによってですね、いかに皆さんがやりたいことをいかに効率的に実行できるか、そういった意味でエッジサイド、インフラサイドの進化をさせてもらっております。もちろんサーバーサイドのインフラだけの進化ではダメでですね、データベースレイヤーも高速化していくっていうところが重要だと我々は考えております。もともとコスモス DB のようなですね、非常にチャット GPT のバックエンドに使われているようなデータベース、我々は持っておりますが、さらに新しいテクノロジーとして Azure Horizon DB のですね、パブリックレビューを発表させていただきました。これは多くのお客様が使われている PostgreSQL のですね、オープンソースベースのデータベースになっておりまして、ただ大規模な OLTP の処理でもですね、マネージ型でサポートできるというものになっております。で一方でですね、データウェアハウスのところに関しましては、ファブリックの方のイノベーションを発表させてもらっております。GPU Accelerated Fabric Data Warehouse という形の発表をさせてもらっておりまして、NVIDIA のですね、アクセラレーティッドコンピューティングを組み合わせることによって、クエリーパフォーマンスを7倍に、あと実際に並列処理をすることによって、すごく高速に実行できるような形になっております。ファブリック上でですね、実行されている方であれば、アプリケーション変更なしでですね、高速なデータウェアハウスを実現できるというところが大きなポイントになっております。ポイントはやはりもうエージェントがどんどんデータベースにアクセスしてくる、そういったものにも対応できるようなデータベースアーキテクチャを、データウェアスアーキテクチャを作っていくことが大事だというふうなところになっております。で一方でですね、いかにそのエージェントであったりとかがですね、自分たちのデータを活用して動かすことができるかっていうところで、マイクロソフトが大事にさせてもらっているのが、マイクロソフト IQ プラットフォームという考え方です。今までもワーク IQ、ファブリック IQ、ファンドリー IQ というものを発表させてもらっておりましたが、それにプラスしてウェブ IQ というものを発表させてもらいました。一言で言えばですね、AI の処理であったりとかですね、エージェントの処理に最適されたウェブグラウンディングをサポートするためのエンジンになっております。今までも同じようなことができたかもしれませんが、より高速にさらに、低コストでですね、そういったものの処理を組み合わすことができるというのが WebIQ になっております。あと実際に自分たちで、コーパイロットから使うだけではなくてですね、自分たちのアプリケーションでもそういったデータを活用したいといったところでですね、WorkIQ API というものも、実際に GA になっているところがポイントかなというふうに思います。またエージェントをですね実行していくのにあたってですね、やはり安心安全に実行していくかってところがすごく大きなテーマとしてあると我々は考えております。オープンクローの方も登壇されてまして発表もされておりましたが、オープンクローすごく便利なんですけども、やはり PC の中でできる処理を全部できるので、ファイルを消すであったりとかそういうようなですねリスクであったりとか、やっぱ動かす時にやっぱ企業の中で使うのは怖いよねって話があったりしました。そういった意味で、Windows の環境であったりとか、そういった PC の環境をいかにアイソレートした形で安心安全な環境を作ることによって実行することができるか、そういったことがあれば、より新しいテクノロジーが使いやすいよねって形で発表させてもらったのが、このマイクロソフトエグゼキューションコンテナというものになっております。強力なエージェントの処理をこれと組み合わせることによって安心安全に実行できるというところも大きなポイントになっております。一方でですね、サーバーサイドでエージェントを実行していくところの基盤としては、ホスティッドエージェントというものを発表させてもらっております。
やはり皆さん想像してもらうと分かると思いますけども、今後エージェントがどんどんスケーラブルに実行していく必要性があります。ただ皆さんが作ったオープンなエージェントのアーキテクチャ、実行するものもですね、このホスティットエージェントの基盤の上で、スケーラブルに動かすことができるっていうのと、安心安全にセキュアに実行することができる、そういった環境も合わせて提供させてもらうというのが大きなポイントになっております。デベロッパーのツールのところに関しましてはいくつか発表させてもらいましたが、私の方ではですね、GitHub Copilot App っていうものを、取り上げさせていただければなというふうに思っております。一言で言えばですね、エージェント駆動開発、エージェントを中心としたですね、開発、エンタープライズの開発に特化したデスクトップアプリケーションというふうに考えていただければなというふうに思っています。皆さんが複数のエージェントを活用しながら、人がチームとエージェントが一緒になって作っていく、そういったところをですね、強力にサポートするのはプラットフォームになっておりますので、ぜひお試しいただくのなというふうに思っております。はい、じゃあですね、ちょっともう少しステップバックしてフロンティアオポチュニティという形でデベロッパーの観点だけではなく、フロンティアのお客様皆さんがですね考えられる可能性っていうもののお話をしていければなというふうに思っています。まずマイクロソフトはですねいろいろな形で皆さんが使う AI のツール AI のエージェントというものをサポートしてきました。最初はチャットベースのものを出させてもらいまして、つい最近はコーワークというものを発表させてもらってきております。でただですね、ここからコードのエージェントというものを出させてもらいながら、一番大きなポイントは今回オートパイロットというものを出させてもらったというのが大きなポイントです。3年前皆さん覚えておられますかね。マイクロソフトはオートパイロットは作らないみたいなメッセージをさせてもらっておりましたが、ついにこの自律的に実行する、オートパイロットが皆さんに提供できる、それぐらいのマチュリティに来たっていうふうに捉えていただければなというふうに思っています。じゃあそれはですねマイクロソフトのソリューションとして具体的に発表されたのがですねこちらのマイクロソフトスカウトというものになっております。日本語のデモが間に合っておりますのでちょっと皆さん画面の方を見ていただければなというふうに思っております。今ですねこちらの方動き出してるんですけども、先週の出張の経費精算をしてっていうのをお願いしております。でそうするとですね M365 にあるクラウドにあるデータとローカルデータを同時に探索をして、らしい、ファイルを見つけ出すということをしています。でその見つけ出したファイルを解析をしてですね、実際に経費精算に入っているような内容というものを取り出すということをやってくれる形になっています。であと普段自分が使っている経費精算のアプリケーションはこれだなっていうのを見つけてくれて、このアプリケーションを使ってこういったデータを入力していいですかっていうところをですねやろうとしています。ただポイントはですねやる前に最後はやっていいですかっていうのを問いかけるというのがポイントで、リードはしてくれるんですけども最終の意思決定は人が行うというふうな安心安全の設計をしていた形になっております。そしてファイルのアップロードも代わりに実行してくれて経費精算が完了するというのがマイクロソフトスカウトというものになっております。皆さん多分出張変えられるんで帰ってですね多分こういった処理をしないといけないと思うので、使いたいなと思った人多いんじゃないかなというふうに思っております。はい、でただですねこのマイクロソフトスカウトこういったものができるとはなぜかというとですね、フロンティアモデルの進化っていうところが大きく占めてるかなというふうに思っています。このデータが何を言ってるかというところなんですけども、今2026年はですね人が1時間以上行うようなロングタームな処理でも正解にできる割合が8割ぐらいになってきているということを示しております。それだけどんどん進化をしています。でただ言いたいメッセージはそういったところに対応できない形になっているんですけども、じゃあ全部 AI に委ねますか、自分たちの企業はどこで価値を出しますかっていうのが大きなメッセージで1個っていうところと、あとこのモデルの進化って別に単一モデルではなくてですねいろんなモデルでどんどん競い合いながら進化をしているってところが大事になっています。ポイントはモデルに依存するんではなくって、そのモデルも含めた形、ハーネスの仕組みであったり情報をインテグレーションするようなコンテキストを共有するような形であったり、あとどうやってエージェントを作るか、そしてそれのエージェントがちゃんと動いているかどうかっていうものを評価するような仕組みを合わせて継続的に自分たちの組織値をどんどん進化をさせていく、自分たちのエージェントを自分たちの組織に合った形に進化をさせていく、そういった仕組みを作らないといけないかじゃないかっていうのが今回のセッション全体で通りかけてたものになっております。それを一緒に作りませんかっていうのをサティアは最後言ってた形ですね。で実際にモデルの方も皆さんご認識の通り1万1000以上のモデルをマイクロソフトファンドリーではサポートさせていただいております。
で、代表的なところのアップデートでいくとですね、クラウドインマイクロソフトファンドリーという形で、アンソロピックのモデルもファンドリー上でサポートするような形になりましたし、日本ではあまりまだまだメジャーじゃないかもしれませんけども、オープンソースの、最適化の処理を実行できる Fireworks AI っていうところもファンドリーでサポートするような形になりました。そして皆さんが多分今回来てですね、おっと思われたのはマイクロソフト AI。これをですね、つい満を持して、大々的に発表したっていうところも大きなメッセージだったんじゃないかなというふうに思っています。実際に前の話をですね、発表したのはムスタファというですね、もともとディープマインドの創業者であって、今マイクロソフト AI 推進室をですね、リードしている人間が発表しております。発表させてもらったのは7つのモデルになっておりまして、例えばイメージを最適化するイメージ 2.5 であったりとかですね、あと実際に文字認識なんかの精度を高く実行する、トランスクライブ 1.5 なんか7つのモデルを発表させてもらっております。ただ一番今回の中で強調してたのはマイシンキング1という形でですね、マイクロソフトの中ではリーズニングをベースにして実行するですね、一番スタンダードなモデルも発表させてもらった形になっています。ものによっては非常にオープンなベンチマークでも高い指標を出している形なので、組み合わせることによって最適なものをより実行する選択肢が皆さんの中では増えたんじゃないかなというふうに思っています。一方で単にモデルだけに依存するだけではなくて、そのモデルを自分たちの知識なんかで最適化するようなところでいけば、フロンティアチューニングというふうなものも発表させていただきました。これを活用することによってですね、自分たちの持っているドメインナレッジというものを学習させながらですね、どんどんモデルを進化させていきながら、より自分たちの企業に合った最適な処理というものを実行したりですね、またですね、エージェント自体を評価しながらですね、どんどんエージェントを最適化するような仕組みというものを発表させていただいたのが今回のビルドの主な発表になっております。先ほど冒頭でお話をしたような形の継続的に自分たちの知識であったりとか経験をベースにしながらどんどんエージェントであったりとか AI を賢くしていくような仕組みを作るっていうところを改めて強調させていただければと思います。最後ですね、残りの部分はですね、セキュリティのところの発表をさせていただければなと思います。セキュリティに関しては、AI を活用していかにセキュリティを高く進めていくか、そして AI を扱うためのセキュリティをどのように強化をしていくかというようなメッセージでございます。セキュリティ with AI のところに関して大きな発表をさせていただいたのは、こちらの M ダッシュというところになっております。これはですね、実際にセキュリティのいろんな攻撃があると思うんですけども、そういったもののリスク、脆弱性の検知をするものをお客様をサポートするような仕組みというものを発表させていただきました。ただ仕組み自体はポイントになっているのは4つのモデルを使っています。オープン AI さんであったりとかアンソロピックさんのモデルを組み合わせながら100以上のエージェントを作って、これの一体のエコシステムをベースに作ることによって脆弱性の検知というものを高いレベルで実現することができております。実際に、サイバージムというですね消化指標があるんですけども、これでダントツの 88. 点いくつだかなというような指標も出しておりまして、実は単一モデルで実行するよりもこういった組み合わせで実行する方がより高い、結果が出せるということが、こちらのベンチマークにも出ているような形になっております。でこれもですね、もうすでに、ご活用いただくことが可能になっておりますので、これをやってですね、最近やはりエージェント、AI を使った脅威が大丈夫なのかって問われるケースって皆さんすごく増えてると思うので、関心がある方はぜひ我々のメンバーにお声掛けいただければというふうに思います。で一方でこれマイクロソフトの中の数字なんですけども、これ人がですねずっと変わらないんですけども、エージェントの数はですねもうどんどん増えておりまして、最近はエージェントの方がですね人の2倍以上いるっていう形になっております。でポイントになってくるのは、この人とエージェントが融合する組織でどうマネージをしていくか、さらにエージェントがどんどん増えていく中でそれをいかに管理をしていくかっていうところがすごく大事なポイントになっております。それを実現するために、皆さんご認識の通りエージェント365っていうものをすでに発表させてもらっております。でただ今回発表させてもらったのは一個大きかったメッセージは、
エージェント365 for ローカルエージェントという形で、ローカルで動くエージェントも管理できるようにしましたよっていうところがポイントになっております。例えばオープンクローというものはパソコン、自分たちのローカルの PC の方で動いたりするので、そういったものが勝手に社員が入れられてリスクにさらされたら困るので、そういったものをしっかり検知して企業の大事な資産であったりとかリスクを低減する、そういったことを可能にするっていうのがこちらのサービスになっております。で、一方でですね、いやいやマイクロソフトで動くだけのエージェントではないんだよと、やっぱエージェントに関してはいいものを広く取り入れたいし、いろんな技術を使って作りたいというのがデベロッパーの皆さんの心境だと思います。それをサポートするためにエージェント36 SDK というものを組み合わせることによって、どういった環境で作ったエージェントでもですね、このコントロールプレーンの上でちゃんとしっかりコントロールできるというところも大事になっておりますので、こういったものの活用もぜひ検討いただければというふうに思っています。で、最後はですね、ニューフロンティアというところに入らせていただければなというふうに思っています。フロンティアを超えてというようなところのメッセージでいくとですね、大きく2つのものを発表させていただきました。1個はマイクロソフトディスカバリーになっております。これはですね、2年前にですね、発表もさせていただいておりましたが、実際に研究探索型のですね、そういった調査であったりとか、そういったところに最適化された、サービスになっております。例えば創薬であったりとか化学物質のであったりとかですね、結構日本の産業の中心となっているところに AI を適用してですねやっていくことがポイントになっております。ポイントは答えが決まってないということですね。仮説を作って仮説検証を繰り返しながら答えを見つけていく、そういったところに最適化になっております。実際にこの後に出てくるですね、我々の量子チップなんかのものにも実際に活用されているというところであったり、あと2029年にはですね、実現するよというようなことを、発表させてもらっておりますので、ぜひ活用いただければなというふうに思っています。これも GA になっておりますので、皆さんがご活用いただくことが可能になっております。画面に関しては入れておきましたので説明すると間に合わないので、ぜひまた後ほど見ていただければというふうに思います。で、最後ですね、インフラの進化の発表をさせていただきましたが、今後まだどんどん難しい課題とか出てくるかなというふうに思っています。そういった意味でマイクロソフト量子コンピューティングも力を入れさせていただいております。こちらのマヨラナ2というようなところはですね、この間1でですね一度話題になったんですけども、その2というものを出させてもらいました。実際にこちらの方のですね信頼性をさらに従来比1000倍に向上することによってよりですねそのエラー率というものを最小化するということを実現している形になっております。はい、これらもですね、2029年に提供できるような形でですねマイクロソフト頑張っておりますので期待していただければなというふうに思っています。はい、ということでですね、次のプレゼンターにバトンタッチをしたいと思います。大川さんよろしくお願いします。はい、日本マイクロソフトの大川でございます。本日ですね、ここの時間からは Windows のローカルの部分の話とですね、開発者ツールの話やっていければと思います。今回ですね、まず最初 Windows 周りですね、いろいろお越しいただいている皆さんからなんでこんなマイクロソフトさん Windows のアップデート多いんですか聞かれたんですけれども、私これですね、Windows これを開発者の方のための環境としてですね、またどんどん育てていくぞっていうメッセージだと思うんですね。Windows のアプリの開発者の方だけじゃなくて、クラウドの開発者の方もですね、含めてですね、そういう開発環境として進化させていくぞというところになると思います。で、まず最初になりますけれども、このですね、アンメイタードインテリジェンスということですね、ローカルで動くインテリジェンスですね。ここのところ、やっぱりですね、トークン課金とか大変な皆さんいらっしゃると思うんですけども、ローカルでもちゃんとLLM、SLM 動かせますよ。こういうところをですね、これからやっていきますというところで GPU、NPU、CPU 対応させていっておりますというところで、ちょっと飛ばして、今回ですね、これ出ましたね。Surface RTX Spark DevBox。これ欲しいですね。これですね、GPU、RTX GPU と、あとですね、ARM のアーキテクチャの CPU、これがセットになっていて、で、128GB のユニファイドメモリが乗っかっているということで、ここでですね、おそらくですね、120ビリオンぐらいのモデルがですね、動かせるようになるんじゃないのかなということですね、私もすごく期待しているということになります。で、なんでこんなローカルの AI が大事かっていうと、いろいろありますよね。プライバシーセキュリティの課題あります。レイテンシーがですね、少ない環境が欲しいという方もあります。いろいろあるんですけれども、すでにですね、このローカルの
モデル使って優れたアプリケーションを作っていただいている会社の皆様いっぱいいらっしゃいます。なんで一緒にやりましょうというところですね。もちろんマイクロソフトもこのローカルのですね、モデル使っていろいろと機能を実装してます。オフィスのですね、機能とかも実装してます。こういうところを一緒にやっていきましょうというところになるかなと思います。はい。で、この実装するとこの環境、Foundry on Windows になります。ここのところですけれども、いくつかのレイヤーがありまして、一つ目が Windows AI APIs。ここのところはですね、一般的なローカル AI のシナリオですね。これをですね、API 呼び出すだけで AI の機能アクセスできますよというのがこの部分。で、Foundry ローカル。ここのところはですね、この後話しますけれども、共通のオープンソースのモデル、これをですね、ローカルで実行するための環境として提供してます。で、もうちょっとですね、自分の独自のモデルを動かしたいですよというところになってくると、Windows ML。これが出てまいります。はい。で、今回ですね、NPU、CPU に加えて GPU もですね、使えるようになりますよというところですね。こちら結構重要なポイントかなと思います。はい。でですね、どんどんいきます。Windows AI の API ですね。これが新しく入った機能になります。音声認識の機能。これと、ファイシリカのストラクチャードアウトプット。これがですね、今回の最新のアップデートでございます。さらに、GPU、CPU で使えるようになりましたよというところですね。ここに出ているものがありますね。例えばテキストのサマリーとか、あとはですね、ローラーをですね、ファイシリカに当てるとか、そういうところもできるようになってきてますよという形になります。これですね、資料を作りすぎてしまいました。ファウンダリーローカル、飛ばしていきますね。ファウンダリーローカル。はい、これですね、オープンソースのモデルをローカルで実行するというところのですね、環境になります。これですね、ファウンダリーローカルから必要なモデルっていうのをダウンロードしてローカルに落として、で、それもですね、API で呼び出すことができますよというところでございます。で、Windows ML。これも結構便利なポイントで、このですね、あなたのアプリケーションっていうところが一番上にありますけれども、自分のアプリケーションからですね、この Windows ML のレイヤーに対してですね、プログラムでアクセスをすることで、この下のハードウェアのレイヤー、結構いろいろとですね、インテルさん、AMD さん、クアルコムさん、NVIDIA さん、いろんなハードウェアがですね、Windows 使われてますけれども、それぞれのレイヤーの違いっていうのを吸収して、ローカルの ML のですね、モデルを動かすことができる、推論もできる、こういうような環境として提供してます。はい。あとですね、今回ですね、結構注目かなと思ったんで入れたんですけれども、この WebNN がですね、このブラウザで動かせるようになりましたっていうところがですね、ここに出てましたので、これなんかもですね、ぜひ活用いただければなと思います。はい。あとこの MXC はこの後ですね、ニータさんが話をするんでちょっと飛ばしますね。で、ここからはですね、細々開発者の皆様にですね、便利なポイントっていうところをですね、いくつかアピールしていきたいと思います。Windows のですね、Developer Configurations というですね、この機能が出たんですけども、この DevConfig-WinGet とあと WSL Comfort と2つありますね。これですね、開発環境をですね、別のマシンに移動したときにですね、自分の使うツールとかインストールするのって結構時間かかったりとかめんどくさかったり、それをスクリプト化している方もいらっしゃると思うんですけれども、この辺をですね、定義ファイルとして設定しておいて、自分の環境にですね、バンと一括でインストールできますよというようなですね、こういう開発環境のセットアップ便利になりますの機能ですね、が出てまいりました。と、あとですね、Windows 365 Developer。これですね、クラウドで動くマシンですね。クラウドで動くマシンなんですけれども、32個の vCPU、あとですね、メモリ 128GB のっけ盛り、で、ストレージも 2TB。で、GPU の搭載環境もありますということでですね、開発環境を買うとですね、多分会社で買うと、固定資産になっちゃう。原価償却しなくちゃいけない。多分5年とかで償却しますよねと。これをですね、こういう開発者が使うような環境っていうのはクラウドの上で、変動費ですよね。この、OPEX として使うことができる。これ結構メリットなんじゃないのかなというふうに思ってます。で、しかもこのクラウド PC で一部の言語モデル使えるようになってますよという形になります。で、こういう感じですね。ローカルデバイスとクラウド PC つないでですね、クラウド PC 側でやっている作業っていうのをローカルデバイスから干渉して指示を出すみたいなことも実はできるようになってます。で、これですね、WSL コンテナですね。WSL 今までも使っていただけると思うんですけども、これをですね、コンテナとして実行することができるようになりましたということで、コマンド WSLC っていうコマンドになるんですけれども、これがですね、近々出てまいります。WSL よりももうちょっとですね、軽量な環境で、Windows の上で Linux のコンテナを動かせるようになりますよというところが、これ便利なポイントかなと思います。あとはこれですね、開発スキル。Windows アプリ開発するときのスキルっていうのも出てまいりました。と、ターミナルですね。ターミナルの部分に関して言うと、このインテリジェントターミナルということでですね、ターミナルに知性が統合されます。要はですね、これ、ターミナルで操作しているときに何かエラーが出ました。今だったら多分、それ、エラーメッセージコピーをして、で、何か LLM に聞いて、答えを聞いてってやってると思うんですけれども、何このエラーっていうのをこのターミナル上から統合された形で聞くことができるようになってます。こういう形でですね、ちょっとした便利なところっていうのも出てくるかなと思います。続いて DevTrax の話なんですけれども、これですね、ソフトウェア開発者向けのよく切れる包丁が、多分ですね、これソフトウェア工場の中央制御システムに進化していっている。この途中を今皆さん見ていただいているんじゃないのかなというふうに思います。
ということでですね、GitHub コパイロットアップ出てまいりましたね。これですね、今までですね、CLI 使っている方も VS コードを使っている方もですね、ブラウザ上でやっている方もいたと思うんですけども、新しくデスクトップ、Windows のデスクトップアプリですね、として出たものになりますけれども、こちらですね、こういうような見栄えになります。リポジトリベースにですね、この左側にリストが出てます。で、リポジトリベースで、そこにですね、チャットのセッション開いて、作業を進めていくという形になります。はい。で、これでですね、私結構面白いなと思ったのは、このキャンバス拡張機能になるかなと思います。これですね、ちょっと字ちっちゃくてごめんなさい。下のところですね、クリエイトキャンバスということでですね、キャンバスアプリケーションを作ってくださいというですね、指示を出します。で、そうすると中でですね、GitHub コパイロットで動いて、でですね、こういう感じですね、看板アプリケーションを作ってくださいって言ったら、看板のですね、キャンバスを作ってくれるんですね。で、これですね、このキャンバスアプリなんですけども、自分のリポジトリにですね、このデータ保存されています。なんで、この同じリポジトリを共有する他の人とも、この看板を共有することもできますし、エージェントとも同じように、このですね、キャンバスのアプリケーションのデータというのを共有することができる。こういう形ですね、エージェントと人間がよりチームを組むための便利な機能というところで、これが出てきているのかなという形になります。で、ランタイム部分だとサンドボックス。ここのところはですね、いくつかの分離のレイヤーでですね、実装されております。直接実行もできるし、コンテナをセッションごとに作ることもできるし、OS が管理するサンドボックスでやることもできますという形ですね。で、あとこれですね、毎日実行するタスクは自動的にやりましょう。オートメーションの部分ですね。こんな形ですね。ちょっとこれも字ちっちゃいですけれども、毎日何時にコードレビューしてくださいっていうのをこういうオートメーションの形で定義をすると、ですね、これも自動で毎朝とかですね、実行してくれます。で、これですね、オートメーションもちゃんとクラウド上ですね、GitHub 上で動いてます。なんで、リポジトリのですね、操作がですね、スマホにも通知来るんですね。で、スマホのアプリから朝通勤中にコードレビューの結果見て、なんかおかしいとかあるなって言ったら、イシューをですね、またコパイロットのエージェントにアサインするとか、そういうこともできるわけですね。で、これデスクトップアプリでも同じようにできます。で、アサインをして、イシューをですね、見てもらって、で、またエージェントが自動的に解決をする。そういうようなですね、ワークフローができるようになっています。で、もちろんコードレビューするときはですね、こういう形で、この同じコパイロットアプリの中でですね、定員分割をして、コードレビューをして、じゃあマージしようかって自動的にマージをさせるっていうこともエージェントでできるようになってきております。で、これはですね、過去の履歴なんだっけって聞くのって結構よくあると思うんですけども、それを、やるためのコマンドっていうのも出てますよというところになります。こんな形でですね、今までって人間がアシスタント、コーディングエージェントにお願いをして、コーディングエージェントがその先の仕事をするっていう世界観だったと思うんですけれども、これから先はエージェントのチームがいます。そこに人間もいます。で、そこのですね、みんなと AI エージェントっていうのが協業をして、コラボレーションして、一つの成果に向かって走っていく、こういう開発チームになるんじゃないのかというふうに思います。で、これをですね、プログラムで使いたいって方いると思うんですね。というわけで、コパイロット SDK、今回ですね、GA いたしました。ですので、皆さんぜひ使ってくださいということになりますね。開発環境ですね、6個の言語を今対応しております。新しくですね、Java と Rust が入ったっていうのがね、ポイントになります。でですね、このコパイロット SDK ですけれども、クラスプラットフォームのですね、サンドボックスの機能も入ってます。なので、これもですね、セキュリティの分離をしてですね、エージェントを走らせるとかいう時に結構重要なポイントになってくるかと思いますので、ぜひ使ってみてくださいという形になります。これですね、セッションの分離のですね、定義ファイルですね、どこにアクセスできますよみたいなのを触るときは、こういう感じのですね、定義をするというふうになります。はい。で、これですね、いろんな環境で使えますっていうところがですね、ポイントなんですけども、ローカルマシンでも使えますし、クラウドのコンテナでも使えますし、それこそですね、ネットワークから切り離された環境でも使えるようになってますというところでですね、いろんなところで使ってくださいというのが最後のメッセージになります。なんで、ですね、GitHub のコパイロット、コーディングエージェントからコパイロット CLI、コパイロット SDK と進化してきました。いろんなマシン、どんなマシンでも使えます。ローカルでもクラウドでも使えます。ですので、皆さんのですね、好きな環境、Windows もですね、今回進化して好きな環境で開発ができるようになりましたね。なんでですね、ぜひ皆さんの好きな環境でアプリケーションのコーディング開発ですね、これを楽しんでいただければというふうに思います。はい、次ですね、新田さんにクラウド AI の部分ですね、お話をしていただければと思います。はい。はい、皆さんこんにちは。日本マイクロソフトソリューションエンジニアの新田です。私の方からはエージェントに関するアップデートをちょっとサマリーでご紹介させていただきます。私の方からフロンティアデベロッパーの文脈でこの図が先ほども出ていたかと思いますが、この中で赤枠で囲っている部分を中心にちょっとサクッと時間もないのでご紹介していきたいと思います。
でまずですね、下からごめんなさい、この図の下からいきたいと思いますけれども、まずコンテキストの部分ですね。こちら今日のセッションで発表がされてましたが、Foundry IQ サーバレスという形で、いわゆる AI サーチのサーバレスのサービスというものがパブリックプレビューで発表されていました。でもともとAI サーチですね、キャパシティをサイジングして使うようなのが今までの仕組みだったんですけれども、サーバレスというところでゼロスケールで重量課金で使えるというところで、非常に使いやすくなったかなと思ってます。で今はデベロッパーティアというところでお試しというところで使っていただけるかなと思いますので、ぜひ興味がある方は使ってみていただければと思います。で続いてですね、今までも何度か出てきたマイクロソフトエグゼキューションコンテナというところで、略して MXC と呼ばれているものですね。キーノートの中でオープンクローを Windows で動かすとかですね、あと先ほどあったコパイロット SDK のクロスプラットフォームサンドボックスも、このテクノロジーで、実現されているところなんですけれども、私の方からはポイントとしてちょっとテクニカルなところで最近結構 OS レイヤーラストがかなり使われているかと思いますが、この MXC も、OS レイヤーのネイティブバイナリーをラストで実装されていて、そのネイティブバイナリーを実装するインターフェースの SDK をタイプスクリプトで実装しているという形になっています。でこれ GitHub でパブリックで公開されているので、まだ中身サービスとしてはもちろんプレビューなんですけれども、ぜひ興味がある方は見てみていただければと思います。はい、でここからオブザーバビリティのお話に入っていきたいんですけれども、まず入る前にサービスの具体的な紹介に入る前に、NTT データ様のコメントをご紹介したいと思います。でこれから紹介する機能ですね、実際 NTT データ様の方で、プライベートプレビューの段階で検証していただいております。で NTT データ様が取り組んでいるスマート AI エージェントという取り組みの中で、今回のファンドリーのコントロールプレイの中の評価の機能というところをプライベートプレビュー含めて使っていただいて、その中でかなり強力でスマート AI エージェントの取り組みを加速できるようなエンタープライズグレードの仕組みがあるというところでコメントをいただいていて、このマイクロソフトビルドというイベントの中で、こういうコメントをいただけるのは非常に社員としても嬉しい限りだなと思っております。でちょっとこの今からご紹介するオブザーバビリティのところはおそらくデモで実際画面を見ていただかないとかなり分かりにくいところもあるかなと思うので、ちょっとイメージだけ掴んでいただければなというところで1枚ちょっとスライドでご紹介したいと思うんですけれども、まず1つ目がですね、ニューエバリエーションケーパビリティというところで、今まであった評価の機能をエクステンドした形のところが出てきておりまして、エージェント評価するときにシングルのやり取りだけではなくてマルチターンで会話のやり取りを全部含める形で評価をしたりとか、もしくはそのエージェントの定義というものを見て、そのマルチターンの会話をシミュレートして評価したりとかですね、あとは既存のトレースのデータからデータセットを作ったりとか、あとはですね、継続的評価というところで、精度を上げていくためにもちろん評価をしていくんですけれども、全部を評価はできないので、ちゃんとサンプリングをして評価をしていくというところの機能がですね、出てきております。これパブリックプレビューになっておりますので、すでにお試しいただけるかなと思います。でここからはプライベートプレビューの機能になるんですけれども、まずルーブリックエバリエーターという機能が出てきています。今までファンドリーですね、カスタムで評価するときはユーザーの皆様にカスタムの評価器を作っていただいて評価をしていただいてたんですけれども、このルーブリックエバリエーターはですね、エージェントの定義からカスタムの評価器を自動生成するという機能になっておりまして、これによってそのカスタムの評価器というものをより作りやすくなったかなと思っております。でもう一つがですね、先ほどのルーブリックエバリエーターを主に使ってですね、このエージェントオプティマイザーというものが出てきてます。でこれはですね、エージェントを特定の敷地を決めてですね、その精度の敷地を、になるように満たすようにどんどんループを回していくというような形で使うオプティマイザーの機能になっていて、モデルだったりとかツールだったりとかスキルだったりとかプロンプトだったりとかそういうものを試行錯誤していってどんどんループを回してオプティマイズをしていくというような形になっています。で機械学習やられてた方はハイパーパラメータチューニングも大体こういうやり方でいくつかキャンディケートがあって一番精度が高いものを選択するというのがあったと思いますが、全く同じようなやり方のイメージで個人的にはいいかなと思ってるんですけれども、そういう形のオプティマイザーがファンドリー上でプライベートプレビューで出てきています。あと ROI4 エージェントというものが出てきておりまして、こちらはですねいわゆる投資対効果を測るためのものですね。トークンのコストとか、
ツールを呼び出す時のコストとか評価に関するコストというものを可視化して、そことユーザーの皆様のビジネス価値というものを紐付けて、そこがちゃんとこう費用対効果が出ているかというところをファンドリー上で可視化するような機能というところで、こちらもプライベートプレビューで出てきています。で、先ほどのこの、エージェントオプティマイザーと今ご紹介した R5 エージェントは、近日中にパブリックプレビューになるというところで、皆さんのお手元でもすぐにお試しいただけるかなと思っています。で、今回ご紹介した、オブザービリティの機能をはじめ、ファンドリー上、ガードレールとかですね、セキュリティ含めていろいろな機能出てきておりますので、こちらぜひ興味があるセッションをですね、レコーディングされているものも含めて見ていただければと思います。それでは続いて、クラウドプラットフォームのデータというところで、学さん、お願いします。皆さんこんにちは。マイクロソフトの山本です。私からは主なアップデートを3つだけ紹介しますので、この3つだけ覚えて帰ってください。1つは AI データセンター、もう1つは GitHub コパイロットのモダナイゼーションで、3つ目レイフィンです。まず1つ目 AI データセンターからですね。今回のビルドで改めて私が感じたのは、AI のモデルそのものだけではなくて、それを支えるインフラが重要であるということです。マイクロソフトは直近の1年半で、Azure が生まれてから最初の10年に匹敵するデータセンターの容量を拡張しました。でこれは皆さんが使っていただいているコパイロットだったり AI のツールを使っていただくときに、セッションが立ち上がりますよね。でそのセッションごとに、コンテナみたいなものがポコポコ生まれるんですけども、でそれをやって、処理を行ってユーザーに返答するということを、即座にやっています。でなのでデータセンターの容量 GPU を積んだインフラというのは非常に重要になってきますが、そのためにデータセンターの拡張というものを行っております。でさらに、サティアのキーノートでもありましたが、フェアウォーターと呼ばれる AI 専用のデータセンターの、建設も着手しております。でただこうやってどんどんデータセンターを拡張していくときに、我々が何も考えずに拡張しているのではなくて、原則があります。地域の電気代を上げないだとか、水を循環させて実質消費をゼロにするとか、そういったことを守りながら、持続可能な形で世界規模にクラウドのパワーを提供していくということをやっております。でそのデータセンターで動いているのが先ほど岡崎からあったマイヤであったりコバルトといった、自社開発のチップになります。なので我々としてはデータセンター、チップ、OS、それから開発者ツールとフルスタックで価値を皆さんに提供しているというのがマイクロソフトの強みかなと思います。次に GitHub コパイロットモダナイゼーションです。こちらは GA ではなくて機能拡張という形になりますが、私がこのビルドでセッションに参加して感じたのは、この GitHub コパイロットモダナイゼーションによってモダナイゼーションの進み方そのものが変わろうとしているなと感じております。私はマイクロソフトに入って8年目になるんですけども、多くのお客様の Azure 移行を支援してきました。ただ単純な移行であったりリホストで終わってしまうお客様が非常に多くて、モダナイゼーションがなかなか進まないというお客様も非常に多く見てきております。でなぜモダナイゼーションが進まないのかっていうと、やはり開発チームとインフラチーム、IT チームの連携がなかなかできないというところが問題かなと思っております。モダナイズをするにはやはりアプリケーションへの理解、インフラの理解、そしてガバナンス、運用といった幅広い知識が必要になってきます。でこの GitHub コパイロットは機能拡張によってさまざまな支援ができるようになったところで、開発チームと IT チームが同じ土台に立った上でモダナイゼーションを進めることができるようになってきたのと感じております。これが実際のGitHub コパイロットのモダナイゼーションの画面です。私の VS コード上でソースコードがあるホルダーで VS コードを立ち上げて GitHub モダナイゼーションの拡張機能を立ち上げるところになります。これは Java のアプリケーションですけども、アセスメントを行って、大体ちょっと規模によりますけど20分ぐらいですかね、アセスメントの結果が出てきます。クラウドに移行させるには、パースに移行させるには何を変えなきゃいけないのかっていうのがすぐに見ることができます。で今回のアナウンスで何が大きく変わったのかっていうのがこちらの画面になります。で特に右側のところを見ていただきたいんですが、ルールブックだったりコマンドセンターであったり、一番大きいのは対応シナリオの拡大というところです。赤字で書いてあるメインフレームというところですね。一部のお客様とも会話させていただきましたけど、まだまだメインフレーム、こぼれで動いているアプリケーションあるというふうに伺っております。実際にこういったパートナーであったりお客様から GitHub コパイロットモダナイゼーションのフィードバックをいただいております。
日立さんだったり NTT データさんだったり日本のパートナーさんにもこのモダナイゼーションを試していただいておりますので、ぜひ日本に帰ったらまたお話しさせていただければと思います。最後3つ目ですね、レイフィンになります。で、この AI の時代においてアプリを作ってモックを作るってところまでは皆さん簡単にできるようになってきたかなと思います。ただ本番レベル、プロダクションレベルまでそれ持っていくのって大変ですよね。で、何が大変かっていうと、バックエンドを作るところ、認証であったり運用だったりガバナンスだったりっていう聞かせるところが非常に大変なのかなと思っております。で、このレイフィンは AI とマイクロソフトが提供している、ファブリックの力を使ってバックエンドまで含んだアプリケーション、本番環境で使えるレベルのアプリケーションを使えるようにするという、プロジェクトになります。これがパブリックプレビューとしてアナウンスされました。ちょっと動画がありますので見てみましょう。先に進みすぎました。ちょっとお待ちください。動画流れないです。ありがとうございます。すみません、ちょっと最後見せたかったんですけど、時間がいっぱいになってしまいましたので、ありがとうございました。ありがとうございました。もうクイックに1分で終わりたいと思います。Q&A に関してはこの後ジャパンディナーの中でたっぷりやらせていただきますので、そこでお願いできればなというふうに思っております。で、あとですね、こちらお願いになり、こちらリキャップですね、イベント日本の方で、企画しているので、また後ほどアナウンスがいきますけども、ぜひ、ご参加いただければなというふうに思います。メンバーの他の方にもお伝えください。そして、最後ですね、こちらアンケートのリンクになっております。後ほどまたリンクシェアされると思いますので、ぜひフィードバックお願いします。このセッション続けられるかどうかは皆さんにかかっておりますので、そこは読んでいただいてお願いできればなというふうに思っております。また、次、イグナイト11月にもありますし、来年またビルドもありますので、また皆さんと会えることを楽しみにしております。ありがとうございました。